ナフィーです。今回のテーマは五感、中でも聴覚に注目します。耳を澄まして聞く音、それを字で表したらどうなるでしょうか。例えば雨、ザーザー、しとしと、ポツポツ。音を言葉にしてみるだけで雨の情景が浮かんできますよね。今回はその音を筆で表してみます。雨の音をじっくり聞いたことはありますか？静かな雨、激しい雨。書で表すとまるで音が見えてくるような感覚になります。音を書で感じる時間、ちょっとした癒しのひとときを一緒に楽しみましょう。では行ってみよう。では雨という漢字を使って雨の音を表してみます。まずは静かな雨。しとしと、優しく降る雨の音が聞こえますね。柔らかく心地よい感じがしました。では書いてみます。優しく流れるように書くことで柔らかさを表現してみました。どうでしょう？静かな雨の感じが伝わりますか？次に激しい雨。ザーッと勢いよく降る音が響きます。力強く荒々しい感じがしますね。では書いてみます。筆に力を込めてうねるような動きを入れることで激しさを表現しました。皆さんはどう感じましたか？次に降ったり止んだりする雨。ポツポツ、ザー。また静かに。強くなったり弱くなったりするのが特徴ですね。では書いてみます。弱い雨からザーッと強くなるイメージ。真ん中の線を勢いよく書くことで変化を出してみました。どんな風に聞こえましたか？最後に恵みの雨。久しぶりに降る雨はなんだかほっとします。土に染み込んで草木が嬉しそうにしているような。では書いてみます。ふっくらとした丸みを持たせて温かい印象にしてみました。皆さんはどんな風に感じましたか？雨の音を聞きながら書くと一つの漢字でもこんなに表現が変わるんですね。皆さんならどんな風に書きますか？ここでちょっとブレイクタイム。皆さん、雨という漢字をじっくり見たことはありますか？よく見ると面白い形をしていますよね。実はこれ、象形文字といって物の形をかたどった漢字なんです。上の横棒は空、下に並ぶ点々はまさに降ってくる雨粒。つまり天から雨が降る様子をそのまま表しているんです。まさに雨の降る様子を伝えてくれる感じですね。筆で書くときも雨の粒が落ちるようなイメージで書くと雰囲気が出るかもしれませんよ。ちなみにさっき紹介した象形文字は甲骨文字と呼ばれる最も古い漢字の形です。昔の人はなんと亀の甲羅や動物の骨に文字を刻んでいたんですよ。漢字ってこんなところから始まったと思うと面白いですよね。今みたいに紙もペンもない時代、工夫して思いを刻んでいたんですね。
には雨の音をオノマトペにして書いてみます。日本語には音や動きを表す特別な言葉があります。英語にも drip drop や pitter patter という表現がありますよね。日本語ではもっとたくさんのオノマトペがあります。例えば雨の音ならドシャドシャ、ザーザー、シトシト、パラパラ。聞いただけで雨の降り方がイメージできますよね。では、このオノマトペを実際に筆で書いてみます。激しい雨のオノマトペ。まずは、ビチョビチョ。これは衣服や体がすっかり濡れてしまった状態を表します。服がびちょびちょになるまで降られたことありますよね。書いてみます。雨の長さを筆の動きで表しながら、服が濡れてしまった悲しさを演出。最後にだんだん小さくなるように書いてみました。どうでしょう？濡れた感じが出ているでしょうか？次は、ザーザー。これは大量の雨が激しく降る音。筆に勢いをつけて速い筆運びで書きました。そして、ドシャドシャ。さっきのザーザーよりもさらに激しく土砂降りのように降る音です。筆にもっと力を入れて、かすれをつけながら勢いを表現しました。皆さんならどう書きますか？弱い雨のオノマトペ。では次に静かな雨の音を表してみます。パラパラ。これは大粒の雨が不規則に降る様子。筆を静かに置くように書くことで、静かに降る感じを出してみました。ピチョピチョ。小さな水滴がポツン、ポツンと落ちる音。点角を小さく、軽く打ちつけるように書いて、墨継ぎを細かく入れました。しとしと。静かで細い雨が降り続く様子。細い線でゆっくりかすれるような線質にしてみました。これらの音、どんな風に感じますか？ちょっとブレイクタイム。さっき雨のオノマトペを書いていきましたが、オノマトペには種類があります。オノマトペは大きく3つに分かれます。擬音語、物や自然の音を表す言葉。例えば、ワンワン、犬の鳴き声、ゴロゴロ、雷の音、そして今回の雨の音、ザーザーなどです。英語で言うと、boom, splash のような音の言葉ですね。擬声語、人や動物の声を表す言葉。ゲラゲラ、笑い声。シクシク、鳴き声。ニャーニャー、猫の鳴き声。英語なら、haha, meow みたいな感じ。擬態語、音のしない物事の様子や動きを表す言葉。キラキラ、光り輝く様子。ドキドキ、胸の高鳴り。ツルツル、滑らかな様子。英語では shiny, smooth のように形容詞を使いますが、日本語はオノマトペで表現します。こんな風に日本語ってオノマトペがとっても豊かなんですね。続いては日本の四季にまつわる雨の名前に注目してみます。日本語には季節によって降る雨にいろんな名前があるんです。春の雨、夏の雨、秋の雨。
それぞれ雰囲気が違って名前を知るだけでもちょっと感動しますよ。ここからはクイズを交えながら5つの季節の雨をご紹介します。知っている名前はあるかな？ぜひ一緒に考えてみてくださいね。ここでクイズ。春に静かに降る雨。優しく草木を濡らすこの雨。日本語で何て言うと思いますか？正解は、春雨です。この名前は、春の始まりを優しく知らせてくれるしとしと降る雨なんです。名前からも柔らかい感じが伝わってきますよね。では、書いてみます。筆をゆっくり、ふんわり動かして、暖かい春の空気を表現してみました。じゃあ、次のクイズです。今回は、雨の名前が季節の名前としても使われている言葉です。5月から7月頃に雨が続く季節がありますよね。ジメジメ、ずーっと降り続くこの雨の季節、日本語で何て言うでしょう？正解は、梅雨です。曇りや雨の日が続いて空気もしっとり、気分がちょっと沈むことも。でも雨の音や空の色が意外と落ち着く時期でもあるんです。では書いてみます。ジメジメ感を出すために筆のスピードに強弱をつけて弱さ、重たさを強調してみました。続いてのクイズです。夏の午後、急に空が暗くなって、ドドーンと雷、そしてザーッと激しい雨が降ってきます。この短くて激しい夏の雨、日本語で何て言うと思いますか？正解は、夕立です。雷を伴ってドバーッと降ってすぐ止む。雨の後には空気がスッと涼しくなって気持ちいいんです。では書いてみます。最初の一筆を思い切り強く、その後は少しずつゆっくりと、雨の勢いと雨上がりの静けさを表現しました。次のクイズは秋の雨です。肌寒くなってきて、しとしとと長く降るこの季節の雨、日本語では何と呼ばれているでしょう？正解は、秋雨です。少し寂しさを感じるような静かな雨。本を読んだり考え事をしたくなるようなそんな雰囲気があります。では書いてみます。軽いタッチで静けさと物思いにふけるような秋の空気を表してみました。最後のクイズです。秋の終わりから冬の初めにかけて急に雨が降ったかと思えばまた止んで、このように降ったり止んだりする雨、日本語で何て言うと思いますか？正解は、しぐれです。この雨は寒さとともにやってきて、風が吹き抜けるような切なさを感じさせます。でもその儚さが美しいとも感じます。
では、書いてみます。細い線と空間を生かすような筆の動きで、冷たい風が通り抜ける感じを表現してみました。四季の雨、それぞれ違う表情があって面白いですね。皆さんが好きな雨はどれですか？今日の動画いかがでしたか？雨の音を字で表すってなかなか面白いですよね。同じ雨でも降り方や感じ方で書き方が変わるのが不思議で楽しい。皆さんはどの雨が一番好きでしたか？雨の音どんな風に聞こえましたか？コメントで教えてもらえると嬉しいです。TikTok と Instagram でも書道や日本文化の面白さを発信しています。動画では見せきれなかった作品なども投稿しているので、ぜひチェックしてみてください。この動画が面白かったら、いいね&チャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。